こんにちは。今年もですね、スキー場で最新アクションカメラのテストをしてきました。今回はですね、北海道の内陸部にあるスキー場で夜間の最低気温がマイナス30度ぐらいになるような場所でした。日中スキー場で滑っている時もマイナス5度とかマイナス10度とかそんなような感じの温度でした。今回は最新の GoPro Hero 11と Insta360 の X3 の2台を持ち出してガンガン使ってみました。2日間にわたって過酷な環境で使い込んでみて、この2機種のそれぞれの特徴などが見えてきましたので、どんな風に使い分けるのか、またどっちか一方買うならどっちをどういう基準で選んだら良いのかなど、今日はそのあたりをシェアしたいと思います。これから購入される方にもぜひ参考にしていただければと思います。今日はですね、まず画質、そして使い勝手とかバッテリーについて、そして編集とかアプリの違い、そして2機種の特性の違いとか撮影方法の違いなどの順でお話ししたいと思います。最後に今回撮ってきた映像もいろいろお見せしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあまず最初に画質ですね。画質に関しては、やっぱり GoPro Hero 11はね、非常に綺麗です。色合いも以前のモデルに比べるとかなり改善されて自然に、そして鮮やかに映っています。そして全体的にとてもシャープに映っています。また 4K120fps でも綺麗に撮影することができますので、後からスローモーションにしてもとても綺麗です。こういった伝統的なアクションカメラの中では、やはり GoPro Hero 11の画質というのは1、2を争うものではないかと思います。それに対して Insta360X3 も決して悪いわけではないんですが、やはり 5.7K 360度全てを取っておいて、そこからフル HD を切り出すという方式なので、やはり見比べてしまうと GoPro よりは少し劣ります。ただしそれも比較したらの場合で、今回のような明るい日中の撮影状況では普通に綺麗に撮影することができます。スローモーションに関しては、このカメラは360度モードでは 4K60 までが最高になっていますので、 GoPro ほど綺麗なスローモーションは撮れません。消える自撮り棒に関しては、台を追うごとにこの処理の精度が上がっていますので、もうこれ知らない人が見れば本当に自撮り棒につけたカメラで撮影しているってこと自体気づかないんじゃないかなと思うぐらい非常に綺麗に消せます。音声に関してですが、やはりこの部分も GoPro の方が若干綺麗に拾えているかなと思います。大変だった。GoPro ビデオストップ。X3 も決して負けてはいないんですが、比べたらの話です。自撮り棒の先につけて結構体から離した位置で持っていても X3 でもかなり綺麗に音を拾っています。以前の Insta360 のカメラは若干音が弱いかなと思ったんですが、 X3 ではね、本当に改善が見られています。また風が強い中で撮影した時の風切り音の低減機能もどちらもよく効いていて、ここはいい勝負かなと思います。で、次に2番目の点で、今回のような非常に寒い状況での使い勝手とかバッテリーに関してです。どちらも本体についているボタンがとても大きいので、分厚い手袋をしていても簡単に操作をすることができます。そしてどちらも音声操作に対応していますので、ボタンを押さなくても音声でカメラをコントロールすることができます。ただしこの部分に関しては GoPro の方がより精度が高い気がします。私は基本的に GoPro は音声操作、そして X3 はボタン操作をしていました。タッチディスプレイを触って設定を変更するときなどは Insta360X3 の方が表示が大きいのでとてもやりやすかったです。で、次はですね、肝心のバッテリーに関してですが、まず GoPro は Hero 11になってこのエンデュランスバッテリーというものが標準装備になりました。以前までは青いノーマルのバッテリーだったんですが、ノーマルバッテリーで使っていた10の時よりもはるかに持ちは良くなっています。そして寒さにも強くなっているように思います。去年は福島のスキー場でもこのヒーロー10は低温警告というのが出て止まってしまうことがたびたびありましたが、今回はありませんでした。同じバッテリーを使うことのできるヒーロー9とかヒーロー10でもこのエンデュランスバッテリーを使えば同じような結果が得られるのではないかと思います。ただしそれでも Insta360X3 の方がバッテリーに関しては勝っているように感じました。
かなりの時間、今回のような寒い状況で外に出して、雪を浴びたり強風の中で使ったりしていましたが、バッテリーが急に減ってしまうようなこともなくて、4、5分とか7、8分の映像っていうのはかなりの本数、10本とか撮ってもまだ半分ぐらいはバッテリーが残っていました。先にメモリーの方がね、なくなってしまうんじゃないかと思いました。で GoPro Hero 11は今回はこんな感じでずっとチェストマウントにつけて、冷たい風が当たっているような状況で使っていました。で体感的には X3 よりもはるかに、撮影時間は短かったと思うんですが、ある時点でバッテリーが残り 30% になりました。で構わずに撮影したところですね、その状態から一気にバッテリーが 0% になって映像もそこで止まってしまいました。暖かいところでちょっと温めたところまた 30% までバッテリーが回復しましたので、本当になくなったわけではなかったと思うんですけど、そんな感じの挙動でした。暖かいところにポケットなどにバッテリーを入れてそれと交互に使うとかすれば防げるのかなと思います。 GoPro も以前よりはこうした低音下での安定性ってかなり上がっているとは思うんですが、やはりこの部分に関しては Insta360X3 の方が有利かなと感じました。で次は3番、編集とかアプリケーションに関してなんですが、GoPro は今まで通り撮影した映像をそのまま使うことができます。何の手間もかかりません。でそれに対して X3 は360度映像は一度専用のソフトかアプリケーションに入れて書き出しの設定をする必要があります。映像を見ながらキーフレームを打っていくという作業をするんですが、慣れてくれば数分の映像をだいたい数分ぐらいで書き出し設定することができます。で書き出しの作業自体は最近のパソコンであればそんなに時間かからないのではないかと思います。やったことないと結構面倒かなと感じるかもしれないんですが、やってみると意外に面白くてそんなに私は気にはなっていません。でスマホのアプリに関しては、どちらも似たような機能を持っているんですが、使いやすさは Insta360 の方が上に感じます。AI での自動書き出しっていう機能もあって、あっという間に面白い映像を書き出すことができます。で音楽もついてますし、インスタなどにすぐにシェアすることもできるようになっています。例えばお昼ご飯でも食べながら撮った映像をスマホで書き出しをして、でそれをみんなで見たりとかシェアしたりするっていうこともできますので、仲間内でもね結構楽しむことができます。で最後に、2機種の特性の違いというか使い勝手の違いみたいな部分なんですが、Insta360X3 はとにかく新しくてね面白いです。一人で撮影していてもとにかく撮影さえしておけば後でいろんなアングルを切り出すことができます。一回滑り降りていく間の数分の映像の中でも自撮りとか、他人から撮ったような、他人目線の映像とか、あとは前を見て撮るような映像とか、そういうのをどんどん切り替えていったりとかもできます。後ろに持ってうまく撮ればドローンで追っかけているような映像すらも撮ることができてしまいます。なので飽きずにいろんな映像を作ることができます。でこれが全部一人で撮影してできてしまうっていうのがなかなかすごいところかなと思います。で複数人の時でも、自分を見せたり他の人を映したりっていうそういう変化をつけながら書き出しをするっていうこともできます。で自撮り棒を持って滑ってるとですね、それはそれですごい揺れてるんですけど、後でその映像を見ても、それなりに見れる映像になっているので、いろいろ手ブレ補正もすごいですし、全体的にその処理がねやっぱ素晴らしいなと思います。で自撮り棒での撮影はとにかく面白くて、後からそういう風に編集でいろんなことができますのでおすすめなんですけど、その場合はやっぱり片手が必要になってきますので、滑りに関して言えば手が空いているスノーボードの方がより向いているかなと思います。難しい状況で地面が荒れてくれば荒れてくるほどボードの方が有利かなと思います。スキーではどうしてもストックを持ってないといけないので、ストックを使うたんびに自撮り棒が結構揺れるんですよね。でそれであれば体につければいいって思うんですけど、今度は体につけてしまうと撮れるアングルっていうのが結構限られてくるので、Insta360X3 の面白さをちょっと活かしきれないかなとも思います。ヘルメットにつけたりチェストマウントにつけたりっていう映像はそれはそれで使うことができるんですけど、やっぱ主には自撮り棒で撮った方が面白いかなと思います。で対する GoPro なんですけど、こっちはやっぱり見ていただいた通り映像も非常に綺麗なんですけど、こっちはですねやっぱり映像を作り込んでいきたい人とかチームで撮影する人たちに向いているかなと思います。
一回チェストマウントとかヘッドマウントとか、いろんなところに取り付けて撮影し始めると、その滑ってる間っていうのはその映像をずっと撮ることになります。なのでバリエーションを増やすにはいろんな場所につけて何回も滑る必要があります。もしくは他の人に撮ってもらうとか、そういう方法になると思うんですけど、ある程度いろんな映像を撮るには手間と時間がかかります。ただし、画質に関してはやっぱり最強なので、そういう映像をどんどんつなぎ合わせて最高に美しい映像を作り込んでいくっていう意味では GoPro の方が合ってるかなと思います。GoPro はどちらかというと体の向きが一定の方向に向いているスキーの方が使いやすいような気もします。ただ画角が非常に広いので自撮り棒につけて後ろから撮ったり前から撮ったり、いろんな使い方ができますので、別にスノーボードでも問題なく使えるかなと思います。使い方は人それぞれですし、感じ方も皆さん違うと思うんですが、私はどちらかというとインスタ 360X3 はスノーボード、 GoPro はスキーみたいに感じました。皆さんどう思われましたか？よかったらコメントもいただければと思います。では今から今回撮影してきた映像を1本の動画にまとめましたので、そちらをご覧ください。It's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes
gone, I'm walking tall while you're alone. でどちらのカメラも詳しい情報と販売先のリンクなんかも下の概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらもご覧ください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。